こんにちは。暮らすように旅をするアメ旅です。16カ国目アルバニアにやってきました。今回はティラーナの1日観光に加えて私たちのノマド生活についてもお伝えしたいと思います。私たちは1年間の旅の途中です。この後は北マケドニアを訪れます。これからも一緒に旅を楽しんでもらえると嬉しいです。それではモンテネグロのバスステーションからスタートです。暑い。溶ける。溶けます。めっちゃ暑いですね。出発時刻を過ぎてもバスが来ません。7月のモンテネグロ、暑さに体力が奪われていきます。モンテネグロのポトゴリツァからティラーナまではバスで約4時間。ようやく出発しました。このバス、今までで一番ボロボロ。カーブのたびにシートがちょっと動きます。さらにクーラーがほぼ効いてなくて、車内はサウナ状態。結局2時間半の遅れで無事に到着。灼熱のバスを無事に乗り越えて着きました。ちょっとショッピングモールとつながってるみたいなんで行ってみます。モールに着いたらまずは ATM でキャッシング。アルバニアの通貨はレク。フードコートで軽く何か食べましょう。450レクと、こっちがチキンバーガー。結構分厚くないですか。350レク。これはスブラキと呼ばれているものかな。美味しかったです。ここからバスに乗って宿まで移動します。バスの運賃は1回40レク。車内に運賃を回収する人が乗っていて現金払い。チケットもぎりの人も別に乗っていて、もらったチケットを見せました。はじめましての猫ちゃんよね。素敵なホストと猫に歓迎してもらったこちらが今回の宿。ホストの家の庭に立つアパートです。ルームメイトが一組いるって。ホストやそのご家族は優しくてめっちゃ素敵な方々でした。そうそう、アルバニアは宣言協定に入っていないので2週間ほど泊まってゆっくりします。ここなら安心して過ごせそうです。数日過ごして気づいたんですけど、今までの海外旅行の中で一番清潔な宿かもしれません。教えてもらったのは公園の中にあるレストラン。メニューはこんな感じ。今日はイタリアンです。アルバニアはイタリアの食文化の影響が大きいらしい。美味しそう。プルプルできない。めっちゃ美味しい。ピザも美味しかったです。わーい、メロンとスイカもらった。食べれるかな。もうなんかパンパンないけど。おはようございます。今日はティラーナ観光に出かけましょう。地元の八百屋さんかな。巨大スイカとメロン。昨日のデザートでも出てきたし、ちょうどシーズンなのかな。朝ごはんにやってきたのは宿から歩いて13分のヨーロッパカフェ。英語が通じるバリスタは一人でしたが、みんな優しい感じがします。カフェで2分くらい停電してびっくりしました。ここから中心地まで歩いていきます。車線が多くて大きな道路ですね。車移動の人が多いのかな。アルバニアの人口は
約280万人、日本の広島県ぐらいの人口ですね。建設中の建物をよく見かけます。歩くこと30分、中心部のスカンデルベグ広場に到着しました。とにかく広いです。こちらは国立歴史博物館。アルバニアの歴史が知れるとのことですが、残念ながら改装のため休業中。デザイン性のある建物が多いですね。モスクを久しぶりに見ました。7月中旬のアルバニア、最高気温は30度を超え、日本のように暑いです。広場から歩いて3分、お昼ご飯を食べに来ました。ぬるいケバブやピザ、スブラキのお店です。お肉はチキンかビーフかを聞いてくれました。それにしてもすごいボリューム。私はスブラキをオーダー。トルコのケバブに似てるけど少し違う。こちらはギリシャ料理だそう。サワークリームじゃないところがトルコとはちょっと違うような感じですね。サワークリーム、ヨーグルトソース、どちらもとても美味しかったです。お肉も野菜も食べられるのが嬉しいですね。ファーストフードアルバニアから歩いて6分、見えてきたのは何かドーム状のこちら、バンクアウト2という名前のこちらは冷戦時代に作られた地下防空壕。現在はアルバニアの秘密警察や政治的迫害の歴史を展示する博物館になっています。チケットはレクやユーロの現金払い、カードは使えませんでした。中は薄暗くひんやりとしています。分厚いコンクリートの中にいる感じがわかります。地下だからかな、怖いね結構。共産主義時代のアルバニアでは、国民は国外に行くことが許されず、国境を越えようとした人たちは秘密警察シミグリに捕まったり命を奪われたそうです。シミグリによる盗聴の様子や監視の様子などが展示されています。1991年にこの共産主義が崩壊するまでのアルバニアの歴史を知ることができました。ここに来る前と後では、今のティラーナで感じている活気やあちこちで建設中の建物などがまた違うように捉えられると思います。アルバニア料理を食べたくて探してやってきたお店がこちら。まずはアルバニアのビールで乾杯です。メニューはこんな感じ。アルバニア料理の代表、タブデブを頼んでみました。熱そう。めちゃめちゃ美味しそうです。もつの食べ物は私の中ではチャレンジです。土手煮みたいな。土手煮？あ、なるほどね。大阪のソウルフードやん。もつやもんな。こちらはパプリカのぬいぐるみ。チーズみたいなのが入ってて美味しい。パプリカが肉厚です。何味か忘れちゃったパスタ。味付けはちょうどいい濃さで美味しかったです。チーズかな。ごちそうさまでした。帰り道でジェラートも食べました。最後にスーパーに寄って帰りましょう。アルバニアの物価やいかに。日
本みたいになんか全部パックされているのが新鮮です。卵が高いんだよな、多分330レクか。一番安いやつ8個で280か。でアルバニアのビールですね、100レクかな。このさ、ここのスーパーのこのブランドのやつが結構安いねんけど、それでもケチャップこれぐらいするから、なんて言ったんやろ、加工食品が高いな。ヨーロッパで手が出なかった歯ブラシがここでも高いので手が出ません。ここは一応ティラーナにあるチェーンのスーパーなのですが、最近訪れていた国より価格は上がりました。8点買って全部で約2000円でした。おはようございます。今日は旅するように暮らす私たちの一日をざっとご紹介したいと思います。朝ごはんを食べた後は少し散歩をします。散歩の後は宿で日本語のオンラインレッスン。日本語教師の資格は日本で働きながら学校に行って取りました。私には合っているとても楽しい仕事です。レッスンの後はカフェへ。カフェが好きというのもありますが、環境を変えて YouTube の編集や語学勉強をしています。そういえばこのカフェにいる時も数分間の停電がありました。周りの人の反応はほぼゼロ。よくあることなのかなと現地の人の様子も知ることができます。この日のお昼は宿から歩いて10分ほどの場所に見つけたローカル食堂へ。並んでいる8割はアルバニアの家庭料理だとのこと。デザートをフリーでいただきまして、アルメニアのパスタ。オーナーの人は英語が通じたのでいろいろ教えてくれました。家族で経営をされている温かいお店で滞在中何度か行きました。いただきます。なるほど。すごいフルーティー。美味しい。美味しい。帰り際にフルーツくれました。スモモみたいな果物、美味しかったです。一旦宿に戻ります。帰り道に日本を発見。調べたら JICA の活動のようでした。せっかくなんでちょっとロカルスペース感じ。アイス食べたかったけどめっちゃ並んでるから諦めようかな。絶対に赤って分かる信号。の松の木ライトアップがとっても面白いの、個人的には。夜はまた出てきました。夜のアルバニア、明るくて賑やかです。治安はいいなと感じています。またスブラキを食べに来ました。晩ご飯は自炊することが多いのですが、アルバニアでは外で食べに行った方が安いし美味しいです。帰ってきてから宿の隣のカフェ&バーに来ました。ここでユーロ2024の応援を楽しみます。スペイン対イングランドです。アルバニアの皆さんはどちらのチーム側もいたためか控えめな応援でした。というわけでアルバニア編はここまで。観光ではない一日も紹介してみましたがいかがでしたか？そうそう、ここのお店の常連になりました。朝はどこかの猫ちゃんがいるみたい。店主さんとはいつもボディーランゲージでコミュニケーション。お店の前を通ると手を振ってくれます。
お世話になった宿のホストもローカル食堂もカフェの人もみんな心優しくて、とても癒された滞在になりました。このほっこり感、ジョージア以来かもしれません。ご飯もいろいろな国の料理を楽しむことができました。どれも美味しかったです。アルバニアの他の都市には自然の魅力もたくさんあるそうなので、また来たい場所になりました。次回、北マケドニアに到着、スコピエでの1ヶ月生活をお届けします。ここまで見てくださりありがとうございます。ほんまにありがとうございます。またね。